ートゥーテタカコです。本日はですね、44歳、分娩台に乗って20分の安産、遠因切開なしについてお話しします。でもこれって年齢でも奇跡でもないんです。10年間続けたある習慣の結果なんです。もともとですね、役者時代にちょっとコマーシャルの案件をいただいた関係で、佐藤リンパケアの佐藤誠二先生と出会いをいただきまして、これはすごく理にかなっていて、根拠が全てあるということで私感銘を受けまして、それまで実は私、体の施術とかエステとかは基本的に一切行かなかったタイプなんですね。自分も医療従事者なので、医療的にとか科学的に腑に落ちないことはしたくないっていうタイプでして、肩こり等もあんまりなかったので、お世話になることはなかったんですけれども、これは素晴らしいということで、そそくさとその時は初級、中級、上級コースというコースがあったので、それを受けさせていただいてインストラクターまで取ったというのがもう12、3年前の話になります。もう佐藤リンパケア自体が佐藤先生70万人登録 YouTube でなさっていて、で非常に有名な先生なので詳細はそちらを見ていただくことにして、端的に何がすごいのかというとですね、もともと佐藤先生は歯科医を開いてらっしゃって、顎関節症の患者さんが来られて光合調整で治療をするということをしてたんですけれども、そうじゃないだろうということで解剖学とか生理学、生化学をもう一度しっかりと勉強して理論を組み立てられた。もともと人間の体って筒と一緒で、口腔、胸腔、腹腔の空、対空からできているんですね。これペットボトルで先生よく例えられるんですけど、空がちゃんとした状態で上から銃をかけても潰れないよね。でも腰が痛いとか肩が痛いとか、そういう筋肉というか体の空が潰れた状態で、例えばこういう風に上から荷重をかけるとか、重さをかけたらクシャンって潰れるよね。これが人の体と一緒だよね。だから筋肉を緩めることで空を正しい位置に戻して、それと同時に臓器等も正しい位置に戻していこうっていうのが佐藤リンパケアの原則なんですね。例えば顎関節症の患者さんとか、光合調整っていうのが一番最初の治療選択になるんですけど、結局ここに顎関節っていうのがあって、上は側頭筋で、ここに大きな筋で後筋っていうのがついていて、これらが収縮してる食いしばりとかで、この可動が、動きがうまくスムーズにいかなくなって、筋肉で固められちゃってお口が開きにくいよねっていうことを先生は見つけ出して、ってことは筋肉を緩めてあげるっていう治療法でいいんじゃないのっていうところから佐藤リンパケアが広がっているので、非常に今までの従来ある、例えばマッサージするとか強く揉むとかとは真逆のことをする施術方法っていうのが佐藤リンパケアなんです。これが安産とどうつながるかなんですけど、空を立てることを私は10年間基本的に意識してきたんですね、セルフケアで。ってことは、ここに10キロとかがぶら下がったとしても、元々の体の空が立ってるので、荷重、こういうところに10キロ乗るのとは違って、立ってるものに乗ってもそんなに負担が少ないんですね。だから腰とか肩とかも痛くならない。分娩台に乗って20分の出産っていうのは、こっちは元々が無痛分娩っていうのが 90% 以上の人がやるものではあるので、そこがまずは違うんですけれども、ここにまたホルモンが関わってきてですね、交感神経、闘争的な気分になるとか、戦うぞっていう気分の時って筋肉収縮するんです。副交感神経でリラックスしていると筋肉って緩むんですね。やっぱその知識があるのと佐藤リンパケアをやっていたので、子供を産む時に私踏ん張らなかったんです。全く。痛いってなってると自律神経優位になって筋肉が収縮するんですね。筋肉が収縮すると何がダメかっていうと、産道、赤ちゃんが通ってくる産道って筋肉でできているので、つまり道が狭まる。余計出てきにくくなるっていうことなんです。痛みがもうそもそも無痛分娩で硬膜外麻酔でないので、踏ん張らなくてリラックスだけで、助産婦さんに言われた生きんでっていう時に息を大きく吐き出すのとイメージトレーニングだけで分娩台に乗って20分で生まれてきた。なので一度も私叫んでないんです。私はこの佐藤リンパケアのおかげで妊娠中、頻尿とむくみ以外は一切出ませんでした。最後の最後まで大がいって言って仰向けで赤ちゃんをお腹の上で寝ることもできたし、妊娠中に実は仕事で2回私フライトで日本に飛んでいて、最終的には本当に6ヶ月末期で飛行機に乗ってるんですけれども大丈夫でした。この佐藤リンパケアと食事を組み合わせてというか、食事も無理しない、何もダイエットという考えなしにスーッとも
体重産んで6キロ落ちて、全部で12キロ太ったんですけど、6キロ落ちて、そこからまたスーッともう戻っていって、最終的には実際の体重、産んだ時の体重よりマイナス4キロまで戻ってっていう形になりました。皆様本日の内容はいかがだったでしょうか？年齢に関係なく体は変わる。体が整うと心も整う。そして心が整うと自分に素直でいられる。そんな気がします。エピソード6では、なぜ私が安定を捨てて自由になったのか、自由を求めたのか、そういったお話をさせていただきます。次回お楽しみに。ということで、オーバーボンジョルねー。バイバイ。